いらっしゃいませ。ブラッドレー学院長でしたら中にいますのでお通りください。失礼します。おお、君たちか。アイリーンさんたちは。残念ながらまだ治療方法は見つかっていない。それにあのペンダントだがね、あれにグローシアンを戻すような効果は全くなかったよ。でもそれじゃどうやってルイセちゃんは戻ったの？私目の前で見たんだよ。それでなんだがね、あの時の状況を詳しく教えてもらえないか。あの部屋にいたのはルイセちゃんの他には私とこいつだけだったよ。それでルイセちゃんがペンダントにかけた誓いってのがこいつが涙を流すことだったんだけど。君が涙を流す？こいつの涙にグローシを戻す能力とかあるのかしら？いや、涙にそんな効果はないだろう。涙というものは実は常に流れているものなんだよ。それが多くなり溢れた時に目からこぼれる。もし彼が涙を流すだけでいいのなら、もっと早くルイセ君が戻っていただろう。それじゃあ一体何がルイセのグローシを戻したってんだ？私は涙そのものではなく、涙を流した時の精神状態に興味があるね。儒学でいうところの念だ。ね。魔法を使う時にもその精神状態は大切だろう。つまり彼かティピ君が無意識のうちに何らかの能力を発揮したのではないかと思っている。私あの時だけ何かを念じたって覚えはないよ。とすると彼に秘密がありそうだ。こいつに？何にしろ試してみるに越したことはない。早速やってみよう。さあ、準備は整った。他のみんなも心配してるんだけど、どうして私たちだけなの？できるだけルイセ君の時と同じ状況にする必要があるからね。さて、今回はルイセ君の代わりにアイリーンにいてもらうわけだが、君たちにはあの時と同じ精神状態になってもらいたい。ここに寝ているのはアイリーンではない。君の妹ルイセ君だ。さあ、やってくれ。思い出すのよ、あの時を。ルイセちゃんを思って涙を流したあの時を。これは？あんたならできる。私信じてるから。歪み系が。収まったか。しかし今の歪みは。ちょっとどうしたのよねえ。なるほど。彼はゲベルが作り出した人間の複製品ということか。だからあれほど強く時空を操れたのか。彼もヴェンツェルと同じく両方の世界の存在だからな。だが問題が一つあってな。あ、気がついたみたい。お兄ちゃん。お兄ちゃんすごいよ。やっぱりお兄ちゃんだったんだね。お兄ちゃんだったんだよ。私の時もお兄ちゃんが直してくれたんだ。アイリーンさんも元に戻ったんだよ。アイリーン
さん。具合はどうですか？もうすっかりいいみたい。ありがとうございました。おかげで私はこうして。本当にありがとうございます。あのね、お兄ちゃん、驚くことがもう一つあるんだよ。ね、先生。その通り。あの場にいた私も今やグローシアンだ。すごいよね。お兄ちゃんがいればみんなをグローシアンにできるんだよ。これでもう一度パワーストーンが作れるかも。パワーストーンだと？グローシアンがいっぱいいればパワーストーンが作れるんだって。で、それがあればベンゼルからこの世界を取り戻せるかもって。そのパワーストーンを作るのにどれぐらいのグローシアンが必要かは知らんが、彼の能力はもう使わない方がいいと思うぞ。彼に時空を歪ませる能力があることは先ほどの観測から分かった。だが問題があってな。時空を歪ませるたびに2つの世界を重ねている力が弱まってしまうのだ。それって世界が2つに戻っちゃうってこと？そういうことだ。より多くの人をグローシアン化することはそれだけ時空を歪ませることになる。そんなことをすれば簡単に世界は分かれるだろうな。だが元の世界はもう人が生きてゆける状態ではない。そのことなんですけど、そのためにパワーストーンが必要なんです。それがあれば時空制御装置を動かして世界の分離を止めることができるんです。そんな装置があるのか？いや、だがやはりダメだ。どうして？理由は2つある。1つは彼の体力の問題。今回の衰弱から考えるとあと 1,2 回が限界だろうからな。そしてもう1つはパワーストーンを作れるだけの人数をグローシアン化する前にこの世界が分離してしまうという可能性だ。せっかくいい方法が見つかったと思ったのにな。まったくジレンマだな。とにかくみんなのところに戻ろうよ。よう、お手柄じゃねえか。まさか普通の人までグローシアにできるとはね。ほんとすごいやつだよお前は。でもね、さっきみんなで話してたあの方法はダメだって。何？こいつがあの能力を使うと時空が歪んで世界の危機になっちゃうんだって。それにあと 1,2 回使うのが限界だって。そうか。何かいい方法ないかな。母さん。どうしたのですか？実はお兄ちゃんに普通の人をグローシアンにする能力があるって分かったんですが。それは本当ですか？ほんとほんと。だって学院長までグローシアンになっちゃったんだよ。でもお兄ちゃんが能力を使うと時空の歪みが大きくなっちゃうし、それにあと 1,2 回がお兄ちゃんの体力の限界だろうって。それほど体力を消耗するのですか？これでベンツェルが頻繁にその能力を使わない理由が分かりました。ただし相手はゲベルの生命力を得た超生命体。時間さえあれば体力は回復するでしょう。こいつも一応はゲベルの力があるんじゃないの？いや、元となるゲベルを倒したからな。今のこいつの体力は普通の人間と変わらねえ。それに何度も能力が使えたところで時空の歪みを大きくするだけだ。一度で済ませる方法はないんですか？方法が
ないわけではありませんが、教えてください、母さん。もし可能性があるなら絶対に諦めない。父さんならそう言うでしょう。そうですね。とりあえず話はしましょう。決めるのはそれからでもいいですから。ベンツェルが人々の頭の中に直接話しかけているのを知っていますね。あれは時空制御装置の機能の一つなのです。時空制御装置の機能？正確に言えばパワーストーン生成装置の機能です。パワーストーンを作るためには多くの人たちの意志を一つにする必要があります。そこで人々にテレパシーで話しかける機能があるのです。その機能を使えば一度で多くの人をグローシアにすることができるかもしれません。なるほど。一回でパワーストーンに必要なグローシアンを揃えようということだな。あとは世界が分かれる前に急いでパワーストーンを作ればいい。やったじゃない。あんたの能力でみんなが助かるんだよ。しかし多くの人に力を送るということはそれだけ多くの彼の力を使います。つまり彼の命を保証できなくなります。なんてこった。いくらみんなを助けるためとはいえ、こいつを犠牲にするのはね。そうよね。せめて彼と同じ存在がもう一人でもいれば体への負担を半減できるでしょうが。お兄ちゃんと同じ存在？あ、そうだよ、いるじゃない。おいおい、ゲベルに作られた仮面の連中ならもうとっくに死んじまったんだぜ。ウォレスさん忘れちゃったの？もう一人いるじゃない。ん？お前心当たりあるか？私にも分かったよ。その人はエリオット君から複製されていて、今はバーンシュタイン城の地下牢にいるの。そうか、リシャール。そうだよね。彼もこいつと同じようにゲベルに作られたんだもん。だったら同じ能力を持ってるはずよ。その人と二人で装置を使えば多くの人をグローシアン化できるでしょう。これで新しいパワーストーンを作ることができます。諦めないでよかったね。これで遠慮なくベンツェルの野郎を倒せるってことだ。問題解決。ただしグローシアン化の際に起こる時空の歪みはかなり大きなものになるでしょう。なのでその後は急いでパワーストーンを作り時空を制御しなければなりません。さもなくば世界は分離してしまいます。そうだな。だが解決方法は分かった。もうベンツェルの好きにはさせねえ。目的地を選んで。これは誰もいないよ。あ、いや、アーネストはどこにもいないんだ。ど
こにもいない。はい、ペーター。どこにも見当たらないのです。そういえば牢屋にいたリシャールはどうしちゃったの？地下牢にはいなかったし、衛兵とおぼしきやつだし。なんだって。ベンツェルを倒すのにリシャールが必要だっていうのに。何があったんだ一体。強すぎる。さすがはインペリアルナイツ。諦めてはいけません。サンドラ様。諦めは敗北を意味します。全力を尽くしましょう。けなげじゃないか。なあ、アーネスト。はい。我々に勝てると思っているくし。ではその希望を絶望に変えてやるとしよう。ちょっとあいつらって。ライアル。なんだ。懐かしい顔がある。ここで何をしているのだ。見てわからぬか。邪魔なローランディアの連中を皆殺しにするのだよ。どうしてそんなことをするの？ベンツェル様の邪魔になるからさ。ベンツェルだと。さあお前たちも殺してやろう。